かしながら。福岡の大葉鍛冶工場っていうところで5年間修行させていただいて、五島にちなんで椿包丁という名前で作らせていただいております。極軟鉄っていう包丁鉄ですね。炭素量が低い軟鉄で、これを真っ赤に焼いてこういうふうに切り込みを入れていきます。その中に形を整えた鋼っていうのを中に入れます。軟鉄と鋼っていうのはこのままでは焼いて叩いてもくっつかないので、鉄の接合剤の鉄ろうっていうですね、まぶして、1000度近く温度を高めて一気に焼いて叩いてくっつけるのが炭接と言われる工程ですね。これをやってる鍛冶屋というのは今すごくもう少なくなってきていて、温度が低すぎてもうまくくっつかないでですね、後で傷になったりしますし、温度が高すぎると今度は鋼を傷めてしまうので、その温度の見極めっていうのは非常に難しいところです。これは底吹きといって下から風を送ってます。こちらには横から風を送る横吹きと底吹きってあるんですけど、私は均一にこの温度を上げたいということがあるので、今底吹きでやってます。
これだけ焼いて叩いてっていうのを繰り返すと鉄と鋼の中に非常にストレスが溜まっている状態になるので、それを除去してあげるっていう工程になります。
半分ぐらいですかね。今度は刻印を入れていきますね。ここに入れる意味はですね、鋼がここまで入ってますよっていうことにもなってるんですよね。で真ん中にこう鋼が入ってるので、ここまで研いで使っていただけますよっていうことになりますね。この状態である程度まっすぐ直しておかないと、この後焼き入れを行った後は硬くなるんですよね。あんまり叩くと中の鋼が割れてしまったりすることがあるんです。ここである程度きれいに直しておくっていうのがやっぱ大事です。焼きますし、焼き入れ温度をこう超えてしまうといけないので、余熱をかましてゆっくり温度を上げていくっていうのがやっぱ大切です。
これで終わりですね。これで一応まだ仕上げありますけどね、用途によっても違うんですけど、あんまり薄くするとよく切れるんですけど、刃こぼれのリスクっていうのも増えてしまうので、ある程度のところでちょっと止めて、あとは使う人に調整していただくっていうような形にしてますね。私は39です。高校卒業してから21年、本割り込みといって極力低い温度で単節を行って段階を経て熱処理を行うことで長く切れるという刃物を作るというのが一番のこだわりですね。
400年ぐらい前だと思います。これが作られたのは。この命があったんですけど、新しいものに作っていきます。こんな感じ。乗せるか。
ちょっと柔らかいかもしれない。ちょっと柔らかいかも。
いしょ。
だいぶ来たでしょ。これ使うの、こんな水の剣。
刀作りで一番ドキドキする瞬間。お、来てる。来てますね。来てますね。武器なんだけど持った時に幸せな気持ちになれるような、そういう刀を作りたい。ありがとうございました。こちらこそ。
タガネハンマー、いろんな角度があるんですよね。鈍角もあれば鋭角もあるし、 G 掘る時はもうこのやつなんですけど、これはおじいちゃんの形見なんですけれども、よし、そうですね。でこれが全部がある程度自分で彫ってみたいなっていうのはまずスケッチをしますね。いろんなデザインを考えるんです。まあ本当に初期の、まあ、こんな感じでいろいろ可愛いのとかも彫ったりしますね。でまあ今日は何を彫りましょうかね。新年も明けて辰年ってことなんで龍を彫りましょう。絵はそんな上手じゃないですよ。こんくらいでわかります？はい。こっちはまあ2面。想像してね、私たちにとっては何万分の1の包丁ですけど、お客さんにとっては1分の1なんで、もう全ての包丁に魂込めて、もう 120% の完成度で全て届けてます。
当に毎回デザインが違う。なんかでもこういうちょっとしたね細工が。本当だ。ね。ってのがあったんで、本当にこううまいこと。ますね。うん。だいぶこう連打を続けると右手が痛いですね。鱗じゃない蛇腹全体的な美になるので。はい。ここ据え場は、ね、こうお辞儀しててもダメですし、反りすぎててもダメなんですよね。こうまっすぐ。こんな感じで完成です。じゃあね、のしを作っていきたいと思います。本当に。
算して。油みたいなもんですね。今年頑張りたいこととか力を入れていきたいことはしますか？まだまだ他の人がやってないことをどんどん挑戦していきたいっていうのがあるので、いろんな色を出していくことに挑戦したいっていうのが一つありますね。ユーカブ世界が望むものを考えて編み出していきたいなっていう夢があります。もう動かないからどうぞ。はい、チーズ。もう町の母も日記もですよ。かぐるばかですよね。楽しいですね、話しちゃって。すごい気さくないいお兄さんっていう。夢を持って前に進んでいる人ですかね。出来上がってくるともうこうやってね、こう遊びたくなる。子供の頃に結局神楽を見た記憶っていうのがずっと残ってるわけですよ。すごく目が合うっていうのかな、消えないんですよね、こう感動中その時の印象が。
大丈夫ですかね。
どうも皆さんこんばんは。ただいまより、夜神楽公園の方を開園したいと思います。毎週欠かさずということで観光でお越しの方、また旅館宿泊のお客様に大変ご好評いただいている次第でございます。あなたに柿をゆい巡らし、その柿にやつの角を作り、角ごとにやつのさずきをゆい、あの大じゃずたずたに退治せんこと、棚心に覚えあり。そういうこのところに読書の用意いたすべし。
らす大神に捧げたてますらばやと思う。
もう動かないからどうぞ。いきます。はい、チーズ。1時間かかる。ありがとうございます。ありがとうございます。また来週。ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。お世話になりました。また来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。で